人パパシェーナ。皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。スウェーデンはヨーテボリヨットで島巡りシリーズ完結編です。ヨットのルームツアーに始まり、最初の島で夏を満喫し、そして次の島までやってきたところまでお伝えしました。今回は完結編ということで、子供たちと無人島を探検します。森のトンネルの向こうに何が待っているのか、最後までぜひご覧ください。それでは行きましょう。二人パパの夏休みヨットで島巡りパート3。ということで、この島は港のない無人島。しかしこういった崖にはいくつか杭が打たれていて、接岸し係留できるようになっています。今回は船尾から錨を投げ、岸に近づき、船首が岸に接するように係留するみたい。岸に近づくと船体から伸ばしたロープでそれらの杭につなげていきます。そしてちょっと遅めのランチを食べてみんなで上陸します。そしてまたまたカニ探し。ブラー。息子くんも餌になるムール貝をいっぱい見つけました。そして息子くん、こんなものも捕まえました。なんだかわかります？これ刺さないタイプのクラゲちゃん。子供ってこういうスライムみたいの好きだよね。そして磯で遊んでいると、マリーとリッカパッパがいいものを持ってきてくれました。カクテルとスナック。前の島みたいに賑やかなところも良かったけど、他に誰もいないプライベートビーチでゆったり過ごすのも最高。兄弟のいない息子くん、いとこの2人と一緒で本当に楽しそう。僕ら親たちもリラックスって感じです。まあ親たちの方がはしゃいでるっていう噂もあるけどね。Oj! Oj, det är ganska lång och det finns sten. Okej, 1, 2, 3, 4, 5! そしてこの日の夜は夕日の見える崖の上でバーベキュー。ビーガンバーガーや子供たちが大好きなハルミチーズ、そして野菜にパンまで焼いて美味しくいただきました。が、この後ちょっとしたアクシデントが。片付けようとみんなで食器を運んでいる途中、うっかりお皿やフォークを海の中へ。アンドレアスが頑張って拾い上げてくれました。でもね、その後は夕日を浴びておしゃべりしたり、パドルボードに息子くんと乗ったり、みんなで穏やかな時間を過ごすことができました。4日目の朝、ミツパッパンが目が覚めると、なぜか違う島に。どうやら寝ている間に移動したみたい。この日はこの度初めての曇り空。ここまでも目いっぱい遊んできたので、午前中は船の中でゴロゴロしたりしてちょうどいい休息となりました。でもね、休息したいのは親たちだけ。子供たちは勝手に島に上がってどっかに行っちゃいそうなので、まあ僕らももちろんついていくことに。何これ、本当にここの上登ってたの、あの子たち。さあ、無人島探検に出発です。手も使ってよ、手も使って。そこは後ろ向きじゃない？そっから。お母さん、アンドレアスkommerね。Oj, det finns ju mogna björnbär. お、アンドレアスが何か見つけたみたい。Blackbelly. Ja, blackberry. Ja, björnbär. Det är hemlig björnbär. Fast björnbär borde vara så här stora. Ja, men det är ganska liten. Oj, vad så gott. Ska jag lyfta upp dig där? ここでもビヨンベール見つけましたが、 Inte mogen. Inte mogen. そして山のてっぺんに到着。なかなかいいクライミングになりました。そして山を下るときは違う道から帰ります。ピンポン。インターホンですか？なんだか探検っぽくなってきました。そして木の枝のトンネルを抜けると、おい、
そこにはちょっとした広場が。 Hade smakat. そしてそこに生えていたのはなんとリンゴの木。まだ青く小さいけれどたくさん実をつけていました。 Det var väldigt konstigt. De är inte mogen. 見える？あそこ船のマッサが。ほら船見えてきた。ということで無事に冒険から帰ってこられました。この日の夕食はレストランに行くということでしたが、その前にお決まりの儀式。もう崖を見たら義務みたいな感じだよね。シャワー代わりのダイブを終えて船を出し、また近くの島へ向かいます。その船の上ではプロセッコで乾杯。こういう準備やレストランの予約は全てマリーのプラン。ムード作りや気配りが上手な彼女、いつも見習うところばっかりです。と言ってる間にレストランのあるオーストールに到着。こちらがそのレストラン。ハーバーに船を止めて早速席に案内してもらいました。僕らが住む北スウェーデンもシーフードがないわけではないのですが、ここヨーテボリ周辺はレストランの数やメニューのバリエーションが豊富。シーフード好きの僕らも大満足でした。そして食後は島をお散歩。Hallå! いつの間にやら雲は晴れ、雰囲気のいい港町を傾きかけた太陽が照らします。でもこれちょっと寒かったんだよね。なんかタオル巻いてるわ。そして可愛らしい家の間の路地を抜けると、そこには磯があって、そこに待っていたのは天然のプール。滑り台もついてます。でもね、息子くんはちょっと怖かったらしくて、上まで行ったけど滑りませんでした。そして編集しながら思い出した子供の頃のこと。僕の親は自営業で夏休みといってもお盆に3日休めるぐらい。旅行なんてしたことなかったけど、名古屋から日帰りで行ける山見というところに海水浴には毎年行っていて、それが家族と過ごす夏の思い出。こうして海に来るとその楽しかった風景がいつも蘇ります。息子くんは今4歳で覚えててくれるかわかんないけど、この楽しい思い出が残ってくれていたらいいななんて思います。今これをご覧の皆さんもきっとそれぞれ海の思い出があると思います。何か思い出したらコメント欄でシェアしてくださいね。そして5日目の朝、この日は朝からパンを焼きます。前日の夜、マリーが生地を仕込んでおいてくれました。あとは成形して焼くだけ。子供たちみんな大好きです。Hade du se elden? Vi kan vänta lite mer tror jag. Jag ska nog sätta den lite varmare. さあ、いよいよ焼き上げます。 Gasoven. Du måste du gå och flytta dig härifrån Lukas, jag håller på med varmt vatten. ちょっと今ベレッタしたいらしいよ。 Pappa, det här inne och där nere är algen och där uppe bullarna och sånt och där uppe är spisen. Okej. Där nere är termometern. Termometer, just det. Och vill du känna? つい。これいつも僕が息子くんに言ってること、気づかないうちに言ったこと全部覚えててコピーされちゃうんだよね。パンで焼けた？まだ？すごいいい匂いだね。 Fast Maria, jag tror att bullarna är färdiga. De ulkar så här dag. Då kan de vara färdiga. Oj, de ser jättefina ut. Ska vi prova då? Hur kan du göra sådär? Där står bomben, den där som har stora rumpan, den står Den stora rumpan. De är jättevarma nu så nu får ni inte. Den Ja, där, den med stora rumpan. ja. Den här som var min. Och varsågoda alla. Men vilken är min? Den. Min här. 焼きたての白パン、バターをたっぷりつけていただきます。 Jag måste smöra för så hopp. Och se. Smöret inte hopp. Det här. Annat var smöret. Oj, vad gott. スマカしたい。 Vad vill mina barn dricka? Vill ni... ちっちゃい。 Ja, så har det... うん、美味しい。 Jag vill också ha tropisljus. とまあ味見はほんの少ししかさせてもらえませんでしたが、この後も焼いて大人たちも美味しくいただきました。そして朝ごはんの後、息子くんはマリーにパドルボードに乗せてもらいました。 Ser du alla brännmaneterna i vattnet?
Ja, fast inte de bannerna. Är du med? Ja, en banna nidnala. Den var stor, den var stor. Den är Mr. Pappas tamala. Det är Mr. Pappas tamala. Ja. Mr. Pappa älskar den där. Oj då, jag glömde bort att kameran var på. De finns bara i Japan. Finns det maneter på land? I Japan? Hej. Ja. Oj! Oi! Mr. Pappa ramlade in i vattnet! Han har ramlat ner i vattnet. どうやら落ちたら赤クラゲに刺されちゃうって少し怖くって、息子くんにとってはなかなかの冒険になったようでした。そしてこの後帰港です。ということでこの日の午後、4泊5日の旅を終え、僕らはキロへと着いたのでした。その途中、子供も総出でヨットのお掃除、みんなとってもお利口さんでした。そして最初のハーバーへと入っていきます。息子くんの笑顔がいっぱいの船旅はこれで終わりを迎えますが、まだまだいとこたちといっぱい遊びますよ。次回の動画では海から山へ、色彩が青から緑へと変わります。洞窟探検では息子くんが大泣き。何があったんでしょうか。答えは次回の動画にて。楽しみにお待ちくださいね。そして本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。動画の下にある高評価ボタンやチャンネル登録、それからコメントの方もお待ちしております。こういった動画が見たいというご意見もすぐに撮影できるわけではないのですが、いつもメモさせていただいています。そして皆さんの海の思い出も聞かせてくださいね。それでは今日はこれで失礼します。また別の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。ヘイドー。ふたりパパ。